こんにちは、デッサンという礎です。今回のテーマは、デッサンで球体を描くコツです。この動画は、球体のボリュームをうまく表現できない人に、特に見てほしいと思います。主な内容はご覧のようになります。どうぞ最後までご覧ください。デッサンなど絵画を描くとき、球体状のモチーフは様々にあります。例えば、木材でできた球体、玉ねぎ、テニスボールなど、当チャンネルで描いたデッサンの中にも、球体状のモチーフは多くあります。このようなモチーフを描くとき、あなたは何を意識するでしょうか？おそらく球体に限らず、対象にある質感や固有色、明度が意識されるでしょう。そして多くの人は、それらを明暗法で表現します。この2枚の絵画は、明暗法によって描かれています。明暗法は、写実絵画を描くために必ず理解するべき技法で、キアロスクーロとも呼ばれます。明暗法によって、明部と暗部の対比関係や、その変化を表現することで、立体感や空間を画面に表出することができます。そこで、球体を描くための明暗法について、簡単に説明します。この図は、左の光源から右の球体に向かって、光が照射されている状態を表しています。光が照らされることで、球体は明暗境界線を境にして、明部と暗部に分かれます。この状態は、月を見れば簡単に理解できます。このように太陽に照らされた月は、明るい部分と暗い部分に分かれて見えます。明るい部分が明部で、暗い部分が暗部ということになります。そしてその境が明暗境界線です。この画像のように、室内に置かれた球体は月とは違い、反射した光の影響を受けて、明部と暗部の明るさが複雑に変化します。しかし、赤い線で示した明暗境界線を境に、明部と暗部が分かれていることに変わりはありません。球体は、この図のようなイメージで、あらゆる方向から反射した光の影響で明るさが変化します。その点を意識して、先ほどの球体を観察すると、明暗境界線付近と接地付近の球体の表面は、反射光の影響が比較的少ないことがわかります。このようなことがわかると、明暗法で描くのが楽しくなると思います。しかし、明暗法だけにとらわれると、球体のボリュームの表現がおろそかになるため、その点には注意してほしいと思います。ボリュームとは、表現された対象物の実在感や立体感のことになります。デッサンで、質感、明度、固有色が描けたとしても、それが表面的な表現だと、ボリュームが損なわれ、臨場感が失われます。ボリュームを与えるためのコツは、粘土で造形作品を作るようにデッサンすることです。そのような描き方で描いた、この球体のデッサンの動画を見てみましょう。この動画は5倍速で、約4分間の長さがあります。
いかがでしたか？この球体のデッサンの描き出しで意識しているのは、球体の質感、明度、固有色、ボリュームのすべてです。それらを意識しながら、2B や 3B くらいの鉛筆で、あたかも粘土をこねくり回すかのように描いています。明暗法で描く意識もありますが、それよりも、ボリュームを出すことを優先させ、対象の明暗は後から調整しています。当然これが、最善の描き方ではありませんが、様々に応用できるので参考にしてほしいと思います。今回の動画、デッサンで球体を描くコツは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。もし、この動画を気に入っていただけたなら、コメントや評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。